ファストフードの、ピザの専門店があって、四角のピザが売ってます。かわいい。イタリア人もらってるよ。星部分を切って食べる感じか、家まででも持っていくのがあるので。イタリアンピッツァはちょっとつまらない。やばい。バーサスがだって。ソースカツチーズ、それつまらないよ。アメリカでたっぷりありますよ。たっぷりあり。はい。MC の豆助です。よろしくお願いします。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。では早速、今回のテーマはこちらです。教えてミシェル、イタリアンの素朴な疑問、ピッツァ編。普段ですね、日常的にイタリアンの料理を食べているんですが、実は詳しいことは分からずに食べているんじゃないかと。そこで今日はイタリア出身のミシェルに今更ですけど素朴な疑問をぶつけたいと思います。ピザもね、いろいろあると思うんですけど、イタリア人にとって定番のピッツァって何になるんですか？場所次第ですね。でも、はい。ローマだったらローマ、ナポリだったらナポリみたいな、そういうこと？はい、そうです。なるほど。そうなんだな。まあ、道に歩いたら早く昼ご飯食べたいの前に、ファストフードの、ピザの専門店があって、四角のピザが売ってます。丸くないの？はい。はい。そうですね。四角ですね。で、その専門店に欲しい部分を切って、そのまま食べる感じですね。じゃあ、ちっちゃいやつってことですか？ちっちゃくできる？そうですね。かわいい。イタリア人もらってるよ。すこんな感じごい。ですね。はい。欲しい部分を切って食べる感じか、家まででも持っていくのがあるので、いろんな種類が食べたいの場合に、いろいろ切って、箱に入れて、で、持って帰るの感じですね。そういう感じなんだ。はい。日本人におけるおにぎりみたいな感覚でいいのかな？あれとそうですね。それに近い感覚で、ちょっとずつちぎったのを、ファストフード店とかで注文して食べるんだ。こういう文化。いいな。おにぎり感覚なのか。やっぱそれぐらい日常的なもんなんっていうか、逆に言うと安いってことですよね。そうですね。はい。例えば、2ユーロだけ持ってるの場合に、2ユーロのそれお願いしますとか言えますね。そういう注文の仕方するの？はい。なんか200円しか持ってないから、200円しかないから、それの200円お願いします。いいな。でもそれで結構お腹いっぱいになるぐらいの量があるってことでしょ？多分2ユーロだったら、こんな感じかな。結構でかいけど。結構多いよね。そうですね。いやだから、なんだろう、ヨーロッパ行った時にやっぱ思うのは、日本人にとって昔ピザって今も結構高いけど、2000円とか3000円ぐらいするじゃない？ちょっと大きさ買うと M サイズ。そうですね。だってあれだって小麦粉じゃんとか思うから、そんな高くないでしょ、原価って思っちゃうんだけど。だってさ、うどんだったらあんなの200円ぐらいなんかわけだけど、なんでピザになったら3000円ぐらいに急にバカ高い値段になっちゃうんだろうってさ、ものすごい謎だし、謎っていうか、まあ上乗せしてるんだろうけどね、ビジネス的にね。
でもイタリア人の目から見たときに、いやいや、それ日本人の皆さん高すぎませんかって感覚的になるかなと思って。そうですね。まあ、イタリアに米とか、米の料理、多分それの方が高いんですね。リゾットとか、買ったら、それの方が高いんですね。はい。そうなんだ。だからっていうことなのかな。はい。だから、安いね。2ユーロとか、2ユーロで言えばいいんだ。いいね。はい。ピザ4種類があって、ローマ、ナポリ、ミラノとシシリア。シシリア。はい。もっとありますが。もっとあるけど、大掛かりね。はい、そうですね。メインどころね。押さえとけば最低限4つね。はい、そうです。まずじゃあ、ローマの定番教えてください。はい、ローマのピザのは薄くて、でかいピザですね。はい。これはキノコ？こちら、そうですね。キノコピザ。トマトソースとモッツァレラとキノコ。美味しそう。はい。ローマ風です。はい。確かに耳っていうのかな、あれが薄い。確かに違う。はい。そうですね。私これの方が好きです。そうだよね。やっぱ自分の地元のやつが一番だよね、基本は。そうです。まあでも他の町のピザも食べたことありますが、いつも、レストランに行ったらファストフードとローマのピザの方が好きでした。いいな。はい。こちらはシシリアのレシピです。こちら、フォカッチャというピザなんですけれども、なんかピザパンみたいな感じになるのかな。はい。フォカッチャってピザなんですね。ねえ。知らんかった。普通にパンだと思ってた。ね、ピザないみたい。はい。もうこうやって、面白い。はい。と、真っ白、何もついてないやつもありますが、そちらは、学校に行くときに、昼ご飯か、休憩あるとき、食べるものですね。はい。と、こちら、ファストフードにも、売ってるやつですね。いろんなレシピあるんですけれども、何もついてないか、真ん中なんか入ってるやつもありますね。どうやってこのパン作る？私も知りたい。ピザ次第です。ナポリのピッツァなんですが、外もっとちっちゃく感じにして、まあそんなちっちゃいではないけど、外のやつが太いんですね。柔らかいし、はい。真ん中も、はい。なんか日本人がピッツァっていうとイメージする形がなんかナポリ風なんだなと思って。そうですね。いつもイタリアンのレストランに行ったら、ピザを見たら、多分ミラノと、ナポリのピザになっちゃいますね。はい。そういう目で見ちゃうんだね。そうですね。知らないからさ、私にとってはローマ風だよっていうのがあるわけでしょ。はい。最近探したら、東京にローマのピザを見つけましたが、ランティカピッツェリアダミケレというレストランがあって、恵比寿と横浜にあるチェーンです。はい。嬉しかったです。そうだよな。はい。ちなみにミラノ風のピザは生地が 5mm と非常に薄いためカリカリとした食感です。具材にはソースやチーズ、キノコ、野菜など山の幸がふんだんに使われているのも特徴です。いやでも前
前シドニーさんが紹介してくれたシカゴ風のピザもめちゃくちゃ美味しそうだよね。分厚くて。はいはいはい。シドニーさんの中で何か一番好きなのとかあるんですか？はい。前の紹介しました。ジュリア・ロバーツ映画。これ好き。あれね。はいはいはい。すっごい。魚の上も、塩っぽいの魚も好きよ。アンチョビ的な。知ってますか、ショコさん。多分知らないと思います。アンチョビは知ってますけど、そのピザ。はい、アンチョビです。アンチョビは知ってます。そうね。いや、でもやっぱりなんか奥深くて、改めてね、なんかいろいろピザ見ましたけど、しょうこちゃんどうでした？いや、私何にも知らないんだなと思って。シチリアのピザ、まず、私ずっとさっきから地図見てて、イタリア。そのローマがどことか、ナポリがどことか、シチリアがどことか、全然分かってないんですよね。地理感覚ね。地理感覚もないし、意外とローマとナポリって近いなとか、シチリアとかに比べるとで、そんなに差が出るんだなとか、なんか面白いなと思って見てました。でもまあ、そこに住んでる人はそこのが、うちのが一番だって言うよね。絶対。例えば、同じぐらい、なんだっけ、お好み焼きはい。広島とか、関西とか。それをちょっと私に言うとちょっと。違う。大阪だから。でも、どうですか？ミシェルさん的には日本のピッツァ食べて、なんか感想はありますか？日本のレストランなんですか？日本のレストラン、チェーン店でもいいし、何でもいいんですけど。全然美味しくないんですね。なんか、やっぱちょっと違うんだ。イタリアのレストランに働いて、前、バイトしてた時に、なんか、無料で、なんだっけ、あれの、まかないがあって、ピザになって、まあ大丈夫です。食べれないんだもん。なんかみんな、すごい美味しい。私の方ができるかなと思って、ウェイトレスじゃなくて、多分私の方がなんか使った方がいいかな。もう食べたいな、イタリアのピザ食べたい。でも今、日本の宅配デリバリーとかは、アメリカ、ドミノピザとかはアメリカかな、あれは。アメリカですね。アメリカだよね。アメリカスタイルのピザが多いのかな、額としては。はい。イタリアンピッツァはちょっとつまらない。やばい。はい。バーサスがだった。一つ二つチーズ、それつまらないよ。アメリカでたっぷりありますよ。たっぷりあり。アメリカとイタリアのピッツァ戦争が始まるな。すごいな。ちょっとでもその辺比較するのもちょっと面白いかもね。面白いかも。ちょっとまだまだちょっとね、改めてピッツァ、どうだろうな。でも、まあイタリアとアメリカが二大大国な感じかな、でもな。そうは言っても。まあでもイタリア人の中にもなんか戦争みたいがあって。なんか今イメージしたらナポリの友達がいて、そのちゃんと話して間違いがあったら多分なんか起こりそうな。今ちょっと考えたらちょっと怖いな。そうね。でもなんかそういうピザイベントやったらなんかね人気出そうですけどね、日本なんか。ね、各地の場所でね、いろんななんかフェスみたいな、ピザフェスみたいなのやったら、意外と知らないからさ、日本人もなんかイタリアンさ、イタリアン好きだけど。そうですね。食べ方はどうやって手使うかナイフとフォーク。
ピザ次第けど。ピザ次第ね。まあ、ファストフードは、切って挟んでガブじゃない。と、ナポリと、丸いのやつが、まあ、切って、この部分だけ、あれ、切って、フォークで食べて、他は、これで食べる感じです。いや、戦いが起こってる。Oh my god! 柔らかいすぎて。とこがガブっていって。No! そうですよ。面白いな。はい、ありがとうございます。